こんにちは、漫画素材工房です。このチャンネルでは誰もが共通して抱える人体の悩みを美術解剖学の知識で克服する動画を公開しています。今回の動画は番外編です。私は個人的な美術解剖学の勉強をまとめ、ピクシブファンボックスとパトレオンという月額制のクリエイター支援サービスで有料公開しています。今回はその中で大変多くいただく質問、ファンボックスとパトレオンの違いがわからない、課金したいけど自分の最適プランとレベルがわからない、損をしないための課金方法、これら3つについてお答えをしたいと思います。その前にクリエイター支援サービスって何？という方のために簡単な解説をします。不要な方はスキップしてください。クリエイター支援サービスとは、これまでは出版社や企業を通してのみ収入を得ていたクリエイターにファンが直接支援をすることで、より自由で幅広い創作活動を続けてもらおうという新しいコンセプトのサービスです。2013年にアメリカのパトレオンがサービスを開始し、2018年に日本のピクシブがピクシブファンボックスをリリースしました。他にもファンティアなどジャンルに合わせたクリエイター支援サービスが多数存在します。一見投げ銭のようなシステムですが、現実としてはクリエイターそれぞれの独自コンテンツと引き換えにお金を支払うシステムですね。一度きりの買い切りではなく、月額制のサブスクリプションにすることでクリエイターの安定的継続的な活動の支えとなっています。私のコンテンツでは個人的な美術解剖学の勉強をまとめたもので、2020年5月現在では約50の記事、合計で2700枚ほどの画像をアップしています。画像にはトレスと商用利用可能なフリー素材も多数含んでおり、多くのクリエイターさんからご評価をいただいています。それでは前置きはここまでにして、最初の疑問、ファンボックスとパトレオンの違いについてですが、圧倒的な違いは言語と支払い通貨です。パトレオンは世界最大のクリエイター支援サービスですが、先にお話ししたようにアメリカの企業なので、システムやサポートは日本語に対応していません。英語に馴染みがない方は Chrome の翻訳機能が便利です。対してファンボックスはシステムやサポートは日本語だけでなく、英語、中国語、韓国語もカバーされているようです。そして支払い通貨は、ファンボックスは日本円、パトレオンは米ドルになります。ここまで聞くと日本人がパトレオンを利用する利点は全くないように思われますが、パトレオンはクリエイター支援サービスの先駆けで世界中にユーザーを抱えています。つまり資金力が豊富なので、ユーザーインターフェース、閲覧機能が優れに優れていて、あらゆるジャンルのクリエイターに合わせた機能がいくつもあります。例えば私のコンテンツは3000枚近くの画像がありますが、パトレオンはこのように直感的なサムネイル式で目的の画像を選択できるので、タッチスクリーンとの相性がとてつもなくいいです。対してファンボックスは2020年5月現在、全てがブログ形式の縦スクロールです。膨大な枚数の中から目的の画像を探すには延々と縦スクロールするしかありません。この2つは時間の短縮と作業効率に大変な差を生み出します。つまり私のおすすめは断然パトレオンです。スマホや iPad のタッチスクリーンをサブモニターとして使えば、作業との相性は抜群です。パトレオンの閲覧機能をテストできるリンクを説明欄に載せていますので、現在ファンボックスで閲覧にストレスを抱えている方はぜひお試しください。繰り返しますが、Chrome の翻訳機能を使えば言語の問題はほぼありません。現在のレート1ドル110円以下だと課金価格はほぼ同じですし、仮に円高になればむしろ私の収入は減ってしまうのですが、皆さんのお時間はお金では買い戻せない貴重な資産です。ファンボックスの閲覧機能が進化するまでの一時期間だけでもパトレオンの利用を強くお勧めします。パトレオンに移行した方々からは、ストレスが一切なくなった、もっと早く移っておけばよかったと軒並み好評をいただいています。ぜひご検討ください。そして2つ目の疑問、課金したいけど自分の最適プランがわからない。現在私のコンテンツには3つのプランがあります。
1つ目が初心者プラン、2つ目が中級者プラン、3つ目が上級者プランです。初心者プランは文字通り美術解剖学に馴染みのない方のためのプランで、このように美術解剖学を学ぶとどのように絵が変化するかといったライトな内容をご紹介しています。中級者プランは美術解剖学を始めてみようという方のためのプランで、基本的な筋肉と骨の構造を多角度のカメラアングルで解説した解剖学入門のハウトゥーです。簡単に上達できるといったライトなものではなく、コツコツと根気よく取り組む忍耐力がある方に向けたプランです。上級者プランは主に可動が中心で、より複雑な内容のため美術解剖学の基礎、中級者プランを一通り終えた方向けです。すでに絵でお金を稼いでいる同人作家さんや商業作家さん向け、またはそのレベルを目指したいという強い上達意欲をお持ちの方に向けたプランです。目的や手持ちの時間とご相談の上、どれがご自身に適しているかを考えてみてください。そして最後の疑問、損をしないための課金方法について。実はこれは質問ではなく私からのご提案なのですが、私のコンテンツはピクシブやツイッターで一部無料公開をしていますので、どんな方でもまず無料版をじっくり閲覧していただき、必ず相性を確かめることをお勧めします。どんなコンテンツでも人によって合う合わないがあります。合わないものにお金を払うことほど悲しいことはありません。なので課金をする際も一番安い初心者プランから始めるのが安心です。ファンボックスとパトレオンの課金システムとして、例えば100円の初心者プランからスタートして、後から610円の中級プランに変更したい場合、差額の510円を払えばいつでも好きな時にプラン変更ができます。さらに上級プランに進みたければ差額の1115円を払えばいいわけです。支払いの詳細が不安な方はピクシブまたはパトレオンのサポートページをチェックしてみてください。もちろん講演にも絶対に有益だと確信があると思っていただければ、手間を省いていきなり中級上級プランから始めれば確かに効率的です。ですが一番の悲劇はいきなり上級プランに課金したけど合わなかった、情報量が多すぎて学びきれなかったというケースです。一度初心者さんがいきなり上級プランに課金してしまいクレームを受けたことがありました。そのクレーム内容はきちんと注意書きを読んでいれば全て避けられたものでした。私としてはこういったトラブルを避け、支援者様にご満足いただけることが一番の最優先事項ですので、大切なお金が無駄にならないようじっくりとご検討ください。そして大事なことがもう一つ、ファンボックスとパトレオンは月額制のサービスです。更新は月始めなので、月末に課金してしまうと数日しか閲覧ができないまま利用期間が終わってしまい、こちらも大切なお金が無駄になってしまいます。よほどお急ぎでない限りは月始めからの課金開始をお勧めします。こういった悲劇のメッセージも私の元に届くのですが、課金のシステムを管理しているのは全てピクシブとパトレオンです。クリエイターは手数料をお支払いしてシステムをお借りしているだけなので、課金に関しては関与することができません。皆様の大切なお金ですから、課金をする前にサービスのシステムをきちんとチェックされることをお勧めします。ということで今回の動画をまとめますと、ファンボックスとパトレオンの最も大きな違いは言語、通貨、そして閲覧機能。個人的には圧倒的に効率的なパトレオンが断然おすすめです。時間はお金では買い戻せない貴重な資産ですからね。しかも一度使い方を覚えれば海外の素晴らしいクリエイターさんのパトロンになることもできますよ。どのプランを選べばいいかについては、まず Twitter や Pixiv などの無料版をじっくり閲覧し、相性を確認してください。そして一番安い初心者プランから徐々にアップグレードすれば安心です。そして最後、損をしないための課金方法は月始めから開始していただくことです。特に月末付近の課金開始は特別な事情がない限り避けましょう。そしてご支援は皆様の都合でいつでも解除していただくことができます。皆様の大切なお金とお時間を無駄にされませんよう、ぜひ参考になさってください。
また課金をご検討くださる際にはファンボックス、パトレオンに記載の注意書きに同意していただく必要があります。大変恐縮ですが、全てのコンテンツは閲覧用の料金であり、購入価格ではございません。画像の一括ダウンロード目的のご支援は大変申し訳ありませんが、ご遠慮しております。また活動は全てクリエイターのモチベーションと集中力に依存しているため、名指しで作者の人格を誹謗中傷する方、匿名で一方的な意見を押し付けてくる方からのご支援もご遠慮いただいています。ファンボックスのクリエイターページ、またはパトレオンのパブリックページには必ず目を通していただき、同意の上でのご利用をお願いいたします。そしていつもご支援くださる皆様、本当に本当にありがとうございます。応援してくださる皆様のおかげで、このように YouTube も開始でき、安定的な活動ができています。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。